しょ。ルークリ洗剤。ルークリ洗剤。いいか。はい、皆さん、こんにちは。車の大事典、カカシノピーです。今回はね、こちら、バカ落ちルークリ洗剤をちょっと紹介しようかなと思っています。で、なんぞやっていう人もいると思うんだけど、10αの内装を掃除してる時にちょいちょいね、ルークリ洗剤いいですよっていうことは言ってたんですよ。で、過去にも使ったことあって、概要欄にね、一応過去の動画、URL 貼っておいたんだけど、まだ見てない人もいるだろうと。なんならね、個人的にこのルークリ洗剤、内装を掃除するのは絶対必要だろうっていうね、ちょっとね、依存的なところもあるんだよね。なので、今回4リッターちょっと買っちゃいました。で、前に買ったのは、1リッターのルークリ洗剤と、あとブラシ、あとクロスがついてるね、マルトックセットっていうのを購入したんですよ。もう洗剤だけ4リッター、これ4000円くらいだったかな。これ購入しちゃいました。で、最初にね、ルークリ洗剤何にいいのかっていうと、内装基本的にどこにでも使えますよっていうのと、あとむせにくいですよと、あと子供にも優しいですよと。で、汚れなんだけど、ヤニ汚れだったり、あと手垢、そういうのに強いですよと。で、前回使ったんです。そしたらもう本当にもうびっくりするぐらい落ちて、やばいだろ。で、今回は 10α の内装、汚れてるとこちょっと見つけて、ルークリ洗剤でねちょっと落とす、そんな動画にねしたいと思ってます。はい、そしたら早速車内にやってきました。で、10αでピラーをね、この間 ABCD ってやったんだけど、スライドドアのところをやってなかったので、ここね、ヤニ汚れがすごいので、ここにちょっと使っていこうかなと思います。で、モケットにも使えるって書いてあったので大丈夫でしょう。気になる方はパッチテストしてください。で、今回用意したのがルークリ洗剤、これスプレーボトルに入れ替えてあります。それと、あとマルトクセットに入っていた馬の毛のブラシね、あとクロス、濡らして固く絞ったやつ、これを用意してあります。これで、このシミ落ちるのかどうかちょっと見ていきます。じゃあもう早速やってっちゃおう。ブラシにルークリ洗剤をちょっとつけます。ちょっとやりにくいね、ここで。こういった感じで軽くこすっていく。この辺だけちょっと重点的にやってみようか。ちょっとこの上の隙間できない部分は歯ブラシ使ってみようかな。こんな感じで軽くやったら、クロスでちょっと叩くようにね。どう？落ちてるでしょ。クロス汚れてるもん。この上の部分ね、落ちてないね。で、ちょっと乾かないと分かりにくいので、一旦半分、この辺を境目にしてちょっと比較できるようにしていこうかな。上の部分やりにくいね。外せばいいんだけどね、すごい楽なんだよ。普通の A ピラー B ピラーに比べれば絶対楽なんだけど、あえて外さないパターン。この間外したから。歯ブラシにルークリ洗剤をつけて、この辺ねちょっと重点的にやりづらいね。外したいよ、ここまで汚れてんなら。このシミがなくなるかどうかっていうところが一番気になるところだから、ここを重点的に。もうここ奥無理だな。とりあえずもうシミのとこだけいこう。そしたらクロスで。落ちてんね。落ちてるね。やべえ、テンション上がっちゃった。このクロスの使い方なんだけど、こういうモケットのところ、これね、植毛塗装なんだけど、これで変にね、ガーガーこすっちゃうと、この植毛塗装が剥がれるので、叩いて落とす。そっちの方がね、効率いいと僕は思う。うわ、すげえ落ちてんじゃん、マジ。ここはね、ちょっと乾くのを待って、この辺ね、ちょっと境目を作りたいと思います。あとできてない部分で言うとこの辺だね。はい、汚れがねちょっとこっちに押し出されて溜まっているので、この辺もちょっとやっていきます。ブラシの力よりタオルの力の方がねすごいんですよ。この黒いのは落ちなさそうだね。どうだろう。この後ちょっとタオルでやってみないと何とも言えないけど、ある程度やったら、この黒いところも結構いったな。だけど
叩きほんと重要。 OK。 とりあえずこのまま放置して乾くのを待ちます。でその間に他の場所ちょっときれいにしていきます。そしたらね、先ほどのところが乾くまでスライドドアの方をちょっときれいにしていこうかなと思います。でちょっと分かりにくいかもしれないんだけど、一応マスキングテープを貼ってあります。で右側だけちょっときれいにしていこうかなと。で終わったら剥がして、この左側もうちょい近い距離でね、どんな感じで違うのか見ていこうと思います。早速いっちゃおう。ルークリー洗剤をブラシにつける。でこの辺とかすごい汚れているのでつけてくる。うわすげえ、やばい。この辺こんな感じ。ちょっと塗っただけでヤニ汚れがねすごい落ちてきました。うわすごっ。でタオルでちょっと拭き取ります、先に。うわ全然違う。この辺下の方とかはまだやってないんですよ。ここもうわすげえ綺麗になる。 OK。 どんどんやってっちゃいます。そしたらもうちょい下側やっちゃおうかな。続いてこの辺ちょっとやっていきます。OK。そしたら次この辺いっちゃおうかな。この辺ある程度ね泡でもう落ちるっていうことが分かったので、この辺はねちょっとハケを使って軽く撫でていくような感じ、そういう使い方をします。なんでハケを使うかっていう理由なんだけど、こういうブラシだと先端に毛がついてないので側面しかいけないんですよ。ハケだと、側面もあと先端部分もこういう風にね下の方も綺麗にすることができるので、その辺はもう使い分けだね。で毛がねちょっと長くて柔らかい方がいろんな形に対応できるっていうのはあります。全然違う。この辺もねちょっと違いが出るのかちょっと綺麗にしていこうかな。ハケでもいいし。うわ汚な。こういう黒い部分ね、ベージュのところってもう汚れてますよっていうのが分かるんだけど、こういう黒い部分がね意外に汚れてるかどうか判断しにくかったりするんですよ。泡が残りすぎちゃうこともあるので、そういった時はから拭き、綺麗なクロスをね用意してあげてポチッと拭いてあげる。であとハケを使って、この電装系がちょっと怖いなっていう場合はクロスにね直接つけてなじませてこう拭いてあげる。ここ革なのかな、ビニールなのかな。ビニールっぽいね。ビニール系のね素材もいけるんですよ。とりあえず OK だね。ここやってみよう。これ汚な。この間ねすごい気になってたんですよ。ちょっとクロスでちょいと置きに行き気味で裏の方ねちょっと気になるところがあったら歯ブラシにねちょっとつけて、ほらそうすれば裏面もピッカピカ。すごいね。そしたら先ほどやったこっち側のねドア、ここマスキングを剥がして、違いがあるのかちょっと見ていきます。まず上の方からちょっと剥がしていきます。この辺違いあんのかな。違う。こっちが綺麗にした方なんだけど、表面に汚れがついてるせいかこっちの方がなんか白っぽく見える。とりあえず下の方まで剥がしていきます。うわすごい。マジか。すごっ。ちょっと上から見てこっか。これが上の方ね。右側が綺麗になっている方、左側が汚れてる方。これをもうどんどん下に下げていくと、うわもう最初から最後まで汚いな。はい、これほどの違いが出ております。はい、そしたら続いてね、ここの汚れちょっと今やってて気になっちゃったんだよね。汚れって落とせば落とすほど汚いところがまたさらに目立つと、なんだろう、悪循環って言い方おかしいけど、キリがなくなってきちゃうんですよ。それがまた楽しいんだけど、僕はねここはちょっと気になったので、ルークリー洗剤で綺麗になるのかちょっとやってみたいと思います。でこういうところの注意点は、フロアマットがあるので
こにねがっつり汚れがあってがっつり落とした時、その時に洗剤がねこぼれてフロアマットにね汚れシミがつくことがあるので、その辺はまあフロアマットを外すとか、あと何かを敷くとか、そういう対策が必要だと思います。僕はねそのままいっちゃいます。これがね傷汚れだったらそんな落ちないんですよ。で注意点ね、このタオル、これねルークリー洗剤がすごい汚れを落とすから、タオルもねすごい汚くなるので、定期的にきれいにしてあげないとタオルの汚れをまたくっつけちゃうこともあるので、その辺も注意が必要かな。 OK、 そしてちょっと空拭きします。 OK、 マスキングテープを剥がします。じゃーん、違うね。そうなるとこっちもちょっと気になってくるんだよね。こっちもやっちゃおう、そんな時間かかんないから。わあ気持ちよくなってきた。はい、そしたらここもやっていきます。レールね、ここ落ちんのかな。結構ね踏む場所、このステップもそうなんだけど、こういうレールの部分も足で踏むじゃん。そうすると傷になるわけですよ。でその傷の中に入った汚れっていうのはすごい落ちにくい。で今ねどういう風に歯ブラシ使ってるかっていうと、このブラシをここに置いて、ここにスプレーをシュッとして、こういう風に適量つけて磨いてます。でマスキングテープを剥がす。ペロン。ここか。ちょっと分かりにくいけど、汚れ自体は落ちてるね。一応線はあります。 OK、 他のとこ行っちゃおう。他のとこ楽しくなってきたよ。はい、そしたら続いてこのルーフのとこについてるハンドル、ここやってきます。外せるんだったら外した方が間違いなく楽なんだけど、今回は外さないっていうテーマまではいかないです。剥がします。うわーすげえ、こんな汚かったんだ。最高。はい、そしたらね先ほどのスライドドアの植毛塗装のところ、そこの汚れどうなってるか見ていきます。ピッピッピッ。はい、こんな感じ。ここにあったシミはねもう綺麗さっぱり。一応ここから上をルークリー洗剤使ってるんですよ。でここから下もう色がねくっきり分かれてます。なのでこういうところのヤニ汚れにも強いルークリー洗剤で、最後にね一応これがちょいちょいクロスを洗ってたバケツになります。汚い。ほんとルークリー洗剤すごい。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はねルークリー洗剤、ちょっと前にね出した動画とかぶっちゃうんだけど、このルークリー洗剤を使って、内装をきれいにしてみました。やっぱりすごいね。効果てきめん。本当に素晴らしいの一言。もうやめられないね正直。なので皆さんね内装のお掃除ちょっと困っている方はルークリー洗剤1本持っといていいんじゃないのかなと僕は思います。でこれすごいのが、ああいうねパネル系の汚れももちろんなんだけど、前の動画ではねチャイルドシートの汚れも落としました。なんかねシミみたいのもねちゃんと落ちてくれるの。なのでもう本当にストックしておきたい。で初めて買う人はマルトクセット、今持ってないんだけど、ブラシとクロスがついてるマルトクセット、ブラシがねほんといいので、マルトクセットをまず買ってもらえれば間違いないのかなと思います。あとね洗剤残りやっぱ気になるので、最後ね空拭きだったり水拭きをしっかりして、綺麗にしてあげたらもう完璧。これあればもうほんと問題ない。気になる方は是非購入してみてください。それとね内装の動画まだどんくらいだろうな、半分来たかなっていうぐらいなので、この後気になる方は是非チャンネル登録と、あと高評価忘れずに。それではまた来週。